様お久しぶりでございます。大名古屋巻でございます。今回は2021年4月に長野県安曇野市にある常念道祖神に行ってみましたので、その様子をレポートします。常念道祖神なんですが、北アルプスと道祖神とこの時期だと桜が一緒に見られるということなので、一度行ってみたかったので今回行ってみることにしました。おおよそこんな位置に常念道祖神あります。おおよそ名古屋からだと高速を使うと3時間ぐらいで行くことができるんですが、今回せっかくなので19号線を使って行ってみたいと思います。そして皆様、郵便局で消印の代わりに風景印というものを押していただけるのを皆さんご存知でしょうか。今回は木曽路にある郵便局を巡って風景印も合わせて集めていきたいと思います。今回の旅で一番最初に立ち寄ったのが山口郵便局です。この辺りはかつて長野県の山口村でしたが、今は中津川市に合併しています。中津川市は岐阜県なので、県をまたいでの合併ということは非常に珍しい事態だったようです。こちらが山口郵便局の風景印です。風景印には主にその土地の名所や特産物がデザインされています。山口地区を抜けると間もなく長野県に入ります。長野県で一番最初に立ち寄ったのが渚郵便局です。渚郵便局の風景印はこちらです。この木曽路を走る国道19号線なんですが、主に集落から離れてバイパスという形で建設をされています。ただ郵便局は集落の中にありますんで、こういう細い道を通っていかなければいけません。今私が走っているところも旧中山道なので、とても道は狭いですし、カーブが多いので、あまりスピードを出せるような道ではありません。はい、では野尻郵便局の風景印はこちらです。今走っている国道19号線なんですが、一説によると基礎高速だとか言われたりしているようです。正直なところ制限速度50キロなんですが、そんな速度で走っている車なんていないんですね。この19号線割と昔から市街地を高速で車が飛ばしていくっていうことで問題になっていたようです。で、その対策としてあちこちにバイパスを作って、今じゃかなりの高規格道路になってしまっているという、なんとも本末転倒というか不思議な状況になっています。もし皆さんが19号線走るときは、大型車結構走っているので、その後ろをつかず離れず走っていくのが一番安全なんじゃないかなとは個人的には思います。はい、こちらが大桑郵便局の風景印です。旧中山道は割と地元の人だとかウォーキングの人いますので、運転の際は注意してください。こちらが須原郵便局の風景印です。続いては上松郵便局です。上松町は特急しなのも止まる駅なので、まあまあ大きな町なんですね。上松郵便局の風景印はこちらです。本来であれば木曽福島のあたりの郵便局を巡るべきなんでしょうが、時間の都合上今回は省略して、次は宮古市郵便局になります。宮古市郵便局の風景印はこちらです。ちょうどこの辺りの標高のところが桜の見頃を迎えていました。続いてが藪原郵便局の風景印です。
今まで木曽川を遡ってきたんですが、この藪原で木曽川とは分かれます。そしてこれから越える鳥居峠を境に、南側が太平洋側、北側が日本海側という扱いになるかと思います。その鳥居峠、昔は徒歩で当然峠を越えていたということになるんでしょうが、今は中央本線も国道も鳥居峠の下を通り抜けていきます。鳥居トンネルを抜けると塩尻市に入ります。ここから寄り添う川が信濃川水系の奈良井川ということになりますので、一応ここから日本海側ということが言えるのではないでしょうか。奈良井郵便局の風景印はこちらです。奈良井の旧宿場町なんですが、一般車の乗り入れ制限されてますので、専用駐車場に置いてそこから歩いて向かってください。この後平沢郵便局に寄るつもりだったんですが、素通りしてしまいました。ここ木曽平沢には道の駅がありまして、ここにはかつて1998年に開催された長野オリンピックのメダルが展示してあります。残念ながら撮影はできなかったので、興味のある方はぜひ行ってみてください。続いては新川郵便局です。新川郵便局の風景印はこちらです。次が最後の瀬場郵便局なんですが、厳密に言うと瀬場の南側で、これより南木曽路という日があるので、厳密に言うと木曽路ではないかもしれないんですが、今回は訪れてみたいと思います。こちらが瀬場郵便局の風景印です。この後常念道祖神に向かったわけなんですが、動画がちょっと長くなってきましたので、ここで一旦終了としたいと思います。果たして道祖神と北アルプスと桜の共演を見ることができたのでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。ではまた次の後編でお会いしましょう。